The lamb. 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 皆さんこんばんは。ザラム歌とギター渡辺昇です。ドラムの中島裕史です。キーボードの宇野九斗です。サックスの山田慎次郎です。そして、本日も司会を務めます今のでいいの？いいっすよ。ないんだ。いい、ベースの荻野純平です。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしての前にそしてってこう、16部9部が入るのはなんかね、癖なんだよね。ファンクだよね。あさてみたいな感じで言っちゃうんだよね。9部を演奏すんだよ。裏意識してます。ベーシスト。跳ねてる。そうなんですよ。そんなわけで今日は永久保存版ヒストリーオブザラム第2夜ですね。はい。前回はですね、イギリスのレーベルとのリリースのお知らせの後、ラムの暗く悲惨な歴史を紐解いていきましたが、今回は第2夜、バウトハー、ソーワット編をお送りしますということで、はい、だいぶ現代に近づいてきたのかな。現代史ずっと現代だけどね。現代史にね。大塚の悲惨なミーティングから年をまたぎっていうところですよ。僕も個人的には一番なんかこの辺なんか濃いイメージが一番ありますかね。なんかね。あるね。じゃあ今日も行きますか。じゃあ年表の方から。ちょっと水飲みたいからちょっといい感じに繋いでてください。慎次郎なんか最近あった良かったことなんか発表してちょっと。ドラム式洗濯機を買った。ああいいじゃない。素晴らしい。すごいいいじゃない。生活が本当に一変しました。どう違う？いやもうなんかベランダに出てないです。ああなるほど。干してない。干さなくていいんだ。干さなくていいです。乾燥機付きってことなんです。そうです。すごい素敵。いいね。素敵。欲しい。ドラミちゃんみたいな顔して。ドラミちゃんみたいな顔してアフロ。全然。5G 予想は今日の 5G。やめてちょっとあんまそういう振り幅はないから。伝わってるんですかね。何も伝わらない。アーシャで伝わると思う。ああこのドラミちゃんみたいなアフロの人か。ひげでもじゃもじゃだぞ。はいじゃあね。はい。全然知らない関係ない話題で繋いじゃったんですよ。おかげで水飲めた。じゃあ今回も最初に年表を中地君お願いします。はい。2020年初頭1ヶ月足らずで音源が完成。タイトルをバウトハーと名付ける。しらみつぶしにレーベルにアプローチ。某雪とかジャムとかの歌で今をときめく某歌手も所属する屋上っぽい名前のレーベルの大人から事務所に呼び出される。癖が多すぎてもう何のこと雪とかジャムね。事務所に呼び出される。なおこの時荻野は仕事が忙しいと言い放ち不参加。恒例のことである。恒例です。渡辺中島ライブイベントへの参加を持ちかけられる。2020年春新型コロナウイルス感染拡大。ライブを含む全ての企画が白紙になる。2020年5月29日パンデミック収束の兆しが全く見えない中苦渋の決断ながらバウトハーを自主リリース。しかし紹介により協力者と出会う。後々までお世話になる。リード曲プラスティックガールの制作費ほぼ0円で作った MV を公開。たちまち17万再生を超える。Spotify 公式プレイリストにも次々に載るようになり好意的なコメントがあふれる。2020年6月末リリースから1ヶ月が経過した頃プラスティックガールが某ニュースコメンテーターの Spotify プレイリストに入る。それを見た某自称音楽ブロガー兼バンドギタリストの投稿を皮切りにザ1975のファンの間で Twitter を中心にプチ炎上が起こる。有名音楽ライターまでをも巻き込み批判、擁護、はたまた脅迫コメントが殺到。ついに日本バイラルチャートで24位まで駆け上がる。2020年10月16日 EP So What リリース。 MV ペトリコール公開。新たなサウンドに挑戦した意欲作初噛だ意欲作であったが前作の疲れから大きなプロモーションはせず収録楽曲デイドリーミングには山田慎次郎も参加している。2020年秋渡辺新しい音源のコンセプトをメンバーに伝える。サウンドを実現するため新メンバーを探し始める。そしてサックス山田慎次郎加入。山田の紹介で俺の知り合いで一番うまいやつこと宇野九斗がキーボードとして加入。音源の制作に取り掛かる。なるほど。はい。いやすごいところに来たよね。1年ですけども目まぐるしい感じです。やばいよね。でもやっぱこの頃そうですね。なんかこのバウトハーが結構やっぱ印象にいろいろ残ってるなっていうのはありますね。いやそうなんですよね。
それぞれでねなんか家で撮ってみたいなやってましたもんね。やってましたね。年末ね。プラスティックガールがかなりねかなりでしたからね。かなりでしたから。聞きますまず。あ、そうですね。とりあえずせっかくなんでそうですね。知らない人もいるかもしれないですよ、曲を。我々の代表曲ですか。ぶっ放しますか。じゃあ一曲聴いていただきましょうか。ザ・ラムでプラスティックガール。はい、じゃあお聴きいただきましたザ・ラムでプラスティックガールでしたね。はい、ね、これいまだにあれですよ、僕らの曲の中で一番聴かれてるのこれなんですよ。みたいですよね。ありがたいですよ、非常に。もうね、どんどん右肩上がりにフォロワーが毎月増えてるし、あ、そうなんだ。1週間に何再生だろう。 Spotify のあれをリアルタイムを毎回見るんですけど、もうすごいですね。かなりもうずーっともうロングタイム聞かれてますよ。コンスタントに。でもやっぱりあれですかね、この時期だと騒動ですか。いや、そうなんですよ。騒動もそうなんですけど、騒動に至るまでのこの悲惨さ覚えてます？結成してレーベルから声かかってレコーディングしたら倒産して、じゃあ諦めずに自分たちで音源作ろうって言ったら新しい人が声かけてくれて、そしたらコロナ流行って話頓挫して、でボーンってすっごい好調になったら騒動が起きるっていう。そうですね。炎上する。いや、すごいですよ。でもこれもう別に今更これ俺何がどうとかって全然その意見したり議論に乗っかる気全くないんですけど、なんかね、状況を思い出すとリリースしたのが5月29じゃん。で月末で最初なんか軒並みめちゃくちゃなんか好評なコメントとか、再生とか、あとなんだっけ、Spotify の公式のプレイリストにガッツガツに入ったのよ。そうですね。すごいですね。そう、自主制作で入ったんですもんね。次から次へ入って、で再生の数とかも桁違いだったわけ。制作費ゼロ。そう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 。でそれでなんかいろんな人がプレイリスト入れてくれてたんだけど、なんかニュースでさコメントしてるさ、なんか棒がすごい今回多すぎて、何がしが多すぎるんだけど、棒なんか全然音楽系の人じゃない人で、多分顔見たらね見たことあると思うんだけど、なんかニュースのねコメンテーターをよく政治とかそういうので出てる人がなんか自分でプレイリスト作ってて、そこに入ったらそっからなんかここに書いてある原稿の通りいくと、自称音楽ブロガー兼バンドギタリストっていう人、この人がなんか騒ぎ始めちゃったのよ。でなんかそのバンドもなんか聞いたんだけど俺知らなかったんだけど、なんかやっぱ1975好きなんだろうね。だからやっぱりファンの人とかその好きな人はなんかこう大切なものをこう傷つけられたような気持ちになったのかもしれない。わかんないけど、で1ヶ月経った時にもうすっごい量になって、そうですね。ちょうどほら木村花さんとかが死んだ時期で、いやすごいのよ。いや本当、いやねとかおろすとかっていう言葉が結構 P が結構動画で届いた。もう海外からもう入る海外から中指立てた女性がなんかザラムみたいな、すごいマジかみたいなのが、いや本当ね、やっぱすごいよ。今ツイッターってこう本当なんだと思って。なるほどなるほど。いやそうで、なんか普通になんか謎のアドバイスみたいなのを始める、なんか1なんとかかんとか2なんとかかんとかみたいなこと書いてるなんか若い女の子とかもいたりとか、あとなんかね擁護してくれる人もいて、なんかやっぱり海外の音楽を吸収して日本の音楽が発展してきたからうんぬんみたいな人もいるし、あとはなんか音楽ライターの人とかも結構やっぱみんな乗っかるじゃない、こう擁護なのかなみたいな、なんかそういうなんか議論を始める人もいて、うわやってるなと思って、もうこっちはリリースして1ヶ月経ってるから、なんならちょっともう忘れてる頃じゃない。で俺旅先にいてさ、その時旅先でさ、なんか友達からなんかすごい盛り上がってるよみたいな言われてっていう感じで、そしたらなんかたちまちそしたらチャート入ってて、バイラル24みたいな。俺ですら僕その音楽スタジオで働いてますけど、ホールの大学生が話してた、俺の目の前で話してて、言ってたよ。このザラムってバンド知ってるマジクソだよなみたいな、そんなような話をこれ話しかけづらいな。そうなんだ。この時期にこう何も知らない僕がのぼるさんにこうすごいですねみたいな、プラスチックガールすごいですねとか言ったら、もうなんかそんな話を今こんなんなってんのよみたいなっていうのはありますね。燃えてんだよ今。燃えてんだよね実はみたいな感じね。そんな
時期だったわけですねこれ。そう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 でもこれがなかったら今そのあれかもしんないね。そうですよねこんなにリスナーいなかったと思うよ、結局なんだかんだ言っても。だって結局この年のもうこの後の年表になっちゃうけどベストシティポップソング2020に選ばれることになるからね、プラスチックガールが。確かに、そうなんですよ。やっぱ無名よりは悪名の方がね。そう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 。確かに。そうなん結果バイラルチャート日本24位はすごいです本当すごいよね。なかなかすごいよね。ちょっとなんか自意識過剰になってその日ちょっとあれだもん、都内歩くの俺ちょっとドキドキしたもん。ちょっとドキドキした。石投げられるんじゃないか。ちょっとなんか顎しゃくって歩いたりとかして。変顔してね、バレないようにね、顔が違う感じでね。髪くるくるさすのやめようみたいな感じでさ。でもやっぱ同じ年の10月にはそうですね、また次の EP とかもね出したりとか。そう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 。ねこれね。で一応なんかもういつも僕たち3人で確認してたのは、なんかその何かがあってもそのコメントとかっていうのを言葉で反論するみたいなことはちょっとやめようっていうか、なんか違うよねみたいな。やっぱ音楽がやりたいから音楽でなんかその主張みたいなことがあるなら。まあするのがいいんじゃないっていうことで、そのペトリコールっていう MV でまあちょっとやんわりだけどありましたね。自分たちの考えみたいなのはまあ自分たちのとか俺のとかまあは割とビデオに全部もう集約されてるんで、これは全然もう何にも言うことなし。まあSo Whatっていう EP 自体が結構アンサー的な。そうだったね。だから何みたいなね。結構攻めた題名ですよね。そうでしょ。でジャケットもちょっと外人の女の人が舞妓さんが映ってるテレビをこう横になって眺めてるっていう。そう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 。だんだん自意識過剰になっていくっていう。これがね。何も知らずに。でそうだ。1975だってめっちゃ言われた後のSo Whatでいろんなアーティストをまんべんなくやるっていう。そうそうそうまあとにかくもうこの時はなんかでもね作ってる方としては面白くてしょうがなかったね。なんか新しいサウンドをとにかく取り入れるみたいな感じでさ、逆にトリオの時ってなんかライブ再現できないことはやらないみたいな、ギターベースドラム歌が同時にできないことは全部省いてアレンジするっていうのをこだわってたんだけど、そこの枷を全部外してもうトラップもやろう何もやろうみたいなのをやってて、それがすっげえ面白かったし、ひたすらそれをやったね。でそれをやりきってもう一回生バンドに戻って、それこそさっきの第1夜の2014年のなんかポップス、一番最初にやりたかったやつをやろうってことでキーボード探しですよ。ここで登場するわけですね。やつがようやく私が伏流が宇野くんが入る。ガリュウでしたっけ？ガリュウ伏流。で登場すると。でね、なるほど。でまあこれでいよいよね5人揃いましたかね。揃いましたね。そろそろグランドライン入れるぐらいの人数になったよね。そうですよ。ね、ここからどんな展開になるか楽しみにしていただければと思います。ではお別れの曲どうしましょうかね。どうします？この時期のやつですか。俺今喋っててすごい思い出したのが曲名がちょっと思い出せないんですけど、あれ好きなんだよね。ウォーターフォールだ。ウォーターフォール。あれは一番好き俺。本当ですか。山田慎二郎入ってないけどあれ荻野純平も入ってないですよね。俺も入ってないです。そうだ。俺言うてSo Whatはそこまで入ってないですよね俺。だから俺と有志の才能が爆発した。俺は影を潜めたやつです。でもサウンド作りを本当にいろいろこう凝って今っぽいことやりたいってやってた時期の一番最高到達地点だったかな、ウォーターフォールが。正直俺はSo What一番好きですね。本当に出した EP の中ではSo Whatはかなり今っぽいことやったなっていう。そうバンド買いたいみたいなね。じゃあ曲はベースがいいんだよねあれね。曲ね。ウォーターホールのウォーターホールのベースが俺が打ち込んだベースがめっちゃいい。ベースがいいんだよあれ。俺はね1番終わった後2番入る時のルルルルンっていう。そうベースがいいんだよね。ボーカルのチョップとね。そんな泣きながら笑わないでください。泣きながら笑わないでください。ちょっとじゃあちょっとじゃあね、じゃあ曲はそれにします？いやいい。ウォーターホールする？じゃあそんなことやったら俺弾いてないけどウォーターホールだけど。じゃあ曲俺か。はい。それではお聴きください。ザラムウォーターフォール。